男の子はなぜ靴を履いてないんだろう。この男の子の後ろの塀は何でできてるんだろう。この写真はいつの時代のものだろう。このおかっぱ頭は誰がカットしたんだろう。そしてこの男の子は何を感じ何を思っているのだろう。私の生まれは奄美大島です。私の祖先も奄美です。奄美は皆さんが知っているように自然に囲まれています。すごく豊かな自然です。さんさんと降り注ぐ太陽、透き通るような海、そして色とりどりの樹木、鳥たち。私は20年前建築家と呼ばれるようになりました。さまざまな建築を作ってきました。その中で感じたことがあります。他の建築家とは違うんだなってこと。それは何かというと、素材の声を聞くことができるようになったんです。素材に手を当てます。素材の気持ちになります。そうすると素材たちが小さな声で語ってくれます。私はゴミになんかなりたくない。私をもっとこう使ってほしい。こんな汚い使い方なんか嫌だ。私をもっと美しくして、私をもっと変身させてほしい。そういうふうに素材たちが語ってくれます。今日はそういう素材たちの声を皆さんにお見せしたいと思います。そして今日のメインテーマは、ここは鹿児島です。鹿児島の特徴的な素材も皆さんにお伝えできればと思います。まずはこれはエチオピアの日本文化会館という建物です。エチオピアは貧しい国です。お金がないのでただの石をそこから拾い集め積み上げます。そして屋根をかけます。窓がないので真っ暗です。私はその石たちを集めてきます。そして上の部分に2段ガラスブロックを積みました。それは日本から持ち込みました。そうするとどうでしょう。室内が光り輝き、石が光り輝き、天井が光り輝きました。そうすることで彼らはここにまた集まるようになりました。これが日本文化会館です。2番目は木です。これは韓国のプサンで海のそばに立つ自然博物館です。ここでは条件が2つありました。自然博物館ですから環境に優しい素材を使ってほしい。もう一つは長持ちするものであってほしい。この2つをどうクリアするか。私は韓国の国産材を選びました。そこに加えたのが日本の瀬戸内海地方で使われている木の表面を焼くという行為です。そうすることでこの木の外壁が長持ちするんです。そして去年沖縄の伊平屋島という小さな行政に呼ばれました。そして行きました。なぜかというと伊平屋島の道の駅を作ってほしい。行ったんです。そこで私が見たものは台風による暴風林わかりますか。奄美とか沖縄では木魔王という暴風林が数多くあります。それが半分以上倒れていました。行政はすごく困っていました。そこで木に手を当て、まさに木に当てている瞬間、たまたまですけどね、スタッフが撮ってくれました。木の声を聞く。そうするとやはり捨てられてほしくない、私を燃やしてほしくない、木が語ります。そこで木魔王製材をして外壁に使う。多分これは世界で初めてのことだと思います。3番目は土です。
世界中どこでも土はあります。私の場合は塩水から酸化マグネシウムを取り出します。そして水と化学反応を起こします。そうすることで土が固まるんです。これは私しか持っていないノウハウ工法です。それを3年も4年もかけて開発しました。そしてこの硬い火を使っていない日干しレンガの建築ができたのです。皆さん覚えてますか？2011年3月11日大きな震災が起きました。その数ヶ月後、私に依頼が来ました。東北の南三陸町、私はずっと東北のサポートをし続けていますが、南三陸町から依頼が来ました。なぜかというと、今回の地震、大きな津波が来ました。津波により土が塩水をかぶりました。その塩水をかぶった土を山下さんが使えるって人から聞いたんですけど、どうにかできませんか？私の酸化マグネシウムは塩水から取り出すので大丈夫なんです。その酸化マグネシウムを使ったブロックをボランティアの人、地元の人みんなで積み上げてできたのがこれです。備蓄倉庫です。さて本題に入りましょう。ここは鹿児島、丸に字の字の薩摩です。じゃあ鹿児島の素材、鹿児島の特徴的な素材は何だろう。昨年からその研究に入っています。でもその時に私は意識は遠くに飛びました。これはどこだと思いますか？イタリアのローマです。ローマにパンテオンと有名な建築があります。それは2000年前に建てられた建築です。皆さん見てもらうと、この天井、ギザギザの天井が何か分かりますか？つやつやキラキラしています。2000年前、石しかないでしょう、普通に思います。なんですがこれはコンクリートでできているんです。なぜこんなコンクリートが2000年も前に作られて、なぜこんな2000年間も持っているんだろう。その回答、それが皆さんが馴染みの深い火山灰、シラスが入っているからなんです。これはすごいことです。日本でもここ鹿児島大学土木学科の竹若先生いらっしゃってますが、7年も前からこのシラスを使ったコンクリートをずっと研究開発されていました。今回昨年から竹若先生の研究を中心に、私東京大学の野口先生、佐藤先生4人でチームを作り、新しいコンクリートの開発をしています。なぜかというと、土木では使われているのですが建築ではまだ使えないんです。ルールが違うから、法律が違うから。そのことをみんなで建築で使えるようにしよう。そして竹若先生の研究をベースにしたものをより環境型のものとして発展させていこうということが始まりました。その環境型コンクリートの特性3つあります。一つはすごく長持ちする耐久性工場。もしかしたらパンテオンのように2000年持つかもしれない。もう一つ、コンクリートの素材セメントがあります。セメントは結構な火力を使ってセメントにします。私たちのこの開発するコンクリートはセメントの量が半分です。ですから二酸化炭素が半分です。もう一つ、シラスも当然捨てられているものを拾って使いますが、他にも石、砂もリサイクルしたものを使います。その上ですね、このコンクリートは砕くとそのままセメントで使える。
大きな循環をできるようなコンクリートとして開発をしています。これ皆さん分かりますか？僕でさえ分からないどこだろう。これがでも掴むと分かる。これが普通のコンクリートです。これがシラスのコンクリート。絶対分からない。でも目をつぶってさえ分かる。なぜでしょう。先ほど言ったようにシラスを入れるとすごく密度細かくなります。そうすると赤ちゃんのようにツルツルスベスベします。触ってみましょうか。どれがシラスですか？シラスですね。どう考えても。はい、触ってみましょう。わかりますか？すごくわかりやすい。それぐらい見た目には一緒だけれども中身はすごく違う新しい環境型のコンクリートがもうすぐできます。もうほとんど開発は終わりました。ですがこれからこれを建築で使えるように認定を取らなければいけない。約1年近くかかりますかね。今年でも目処は立つと思います。来年の春からは鹿児島を中心にして新しいコンクリート、環境型コンクリートが使えるかもしれない。例えばこれは鹿児島の空の玄関、鹿児島空港ですね。それをこういうボルトで覆います。これは今回のために作りました。鹿児島空港はこう変わるといいな空港関係者の方がいれば怒らないでくださいねこれは内部はこういう形です。この建物、安藤忠雄の建物、これもですねすごく大変なんです、作るのは。この環境型コンクリートは他にもいくつかの特性を持っています。その大きな特性の中でコンクリートはある型枠と呼ばれるものに流します。流すんですが自分で流れやすいすごく高い流動性を持つって言われます。それができるんですね。そうするとこういう屋根にずっとコンクリートが回っていきます。だから作りやすくなる。それと先ほど持っていただいたようにすごく緻密、硬いんです。強度が強いんです。そしてもう一つ、シラスは呼吸をするっていうこともあります。もしかしたら鹿児島の人がこの空港に立った瞬間、ああ鹿児島はいいね、すごく空気がきれいだからなんか湿度が感じなくて気持ちいいねっていう空港ができるかもしれません。もう一つ、皆さんご存知のこれは天文館です。桜島が噴火します。大きく噴火するとしょうがないので傘を差すんですよね。傘を差します。それがコンクリートがシラスがコンクリートの中にシラスを入れるということはシラスがお金になる。要は火山灰がお金になるんです。わかりますか？来年から鹿児島の傘はこういう下向きの傘ではなくこんな傘になってみんなでこうああシラスって集め出すかもしれない。まさにそれは天の恵みです。私たちは迷惑嫌だなと思っていたもの、それは視点を変えるとすごくありがたいものになるかもしれません。そういう自然の恵みを与えてくれている桜島に私たちは感謝をしなければいけないかもしれません。桜島よありがとう。そして私たちは身の回りにある小さな声、それが素材の声であったり人の声であったり、それを聞き逃しているかもしれません。皆さん
きちんとした気持ちで素直に手を当てて聞いてみましょう。何か違う声がするかもしれません。そして私たちにその気持ちや私たちを培ってきた自然、そしてふるさとに私たちは感謝をしなければならないかもしれません。奄美をありがとう。